皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、メイヘムのカリスマ的ボーカリスト、デッドの生い立ちと、ブラックメタル史の歴史に永遠と語り継がれる、デッドの死についてを紹介していきます。デッドが自殺の際に書き残した遺書、そしてデッドがこの世という死の世界を生きた証である、文通の手紙についても触れていきたいと思います。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。1991年4月8日、ショットガンで自らの頭をぶち抜き、22歳という若さで悲惨な死を遂げた青年、デッド。彼の過激なパフォーマンスや衝撃的な死は、ブラックメタル史に伝説を残し、今でも語り継がれています。1969年1月16日、デッドことベルイング・ベオリーンは、スウェーデン、ストックホルムに生まれます。幼少期のデッドは、睡眠時無呼吸症候群を患っており、10歳の時には学校でのいじめや暴行が原因で非常破裂に至ります。デッドは病院に担ぎ込まれ、一時臨床死の状態となり生死をうろついます。奇跡的に一命を取り留めたデッドですが、この臨死体験により、デッドは死に寄りつかれてしまうのです。臨死体験は実際に経験した人にしかわからないですが、おそらく、魂はあの世に生き、自分の体だけはこの世にあるといった感じなのでしょうか。自分はもう死んでいるんだ、という感覚に襲われ、生きている心地はしなさそうですよね。学校でのいじめや暴行により、こんなことになってしまうなんてひどい話です。少し話はそれますが、このことについて気になり、いろいろと調べたのですが、このような現象をコタール症候群というらしく、自分はすでに死んでいる、存在しない、血液や内臓を失っているという妄想的信念を抱く精神障害なのだそうです。でも、この精神障害って今を生きる私たちに起きても不思議ではないと思っていて、人間はとてつもないストレスや絶望感を感じた時に自分を守るために現実と切り離すらしくて、それは脳の働きにより、そのようなことが起きるらしいです。現実を受け入れることができない悲しみや辛さを感じたとき、人間は自分を第三者視点、上から自分を見下ろすようになり、自分の体が壊れることを自然と防いでいるそうです。第三者視点の感覚は、私も経験したことがあるのでわかるのですが、あれって本当に不思議ですよね。人間は脳に支配されているんだなとつくづく思います。話は戻り、1986年、17歳になったデッドは、ブラックメタルバンド、モービットというバンドを結成し、この頃から、デッドという名前を使うようになります。名前からしてもう、死んでいますよね。モービットでの活動は短期間で終わり、1987年、ノルウェーのブラックメタルバンド、メイヘムへ連絡を取り、メイヘムのベーシストであったネクロブッチャーにデモテープを送ります。そのデモテープの入った小包には、連絡先と手紙、そして貼り付けにされたネズミも一緒に入っていたそうです。1988年、ネクロブッチャーと連絡を取ることができたデッドは、真のブラックメタルバンド、メイヘムに加入することとなり、ノルウェーへと移住します。当時、メイヘムの中心人物であったギタリストのユーラニモスは、デッドについてこのように話しており、とても奇妙な性格、抑うつ的、憂鬱、そして暗いやつだった。正直、デッドは精神的に狂っていると思う。自分の葬儀の予告が書かれている T シャツを着るようなやつだ。完全に狂ってやがる、と話しています。ですが、私は、デッドはそこまで狂った人間だとは思えないんですよね。自分はもうすでに死んだ人間だと思っているのですから、
人間とは思えない奇妙な性格をしていても不思議ではないと思います。それと、幼少期のデッド、いわゆる生きていた頃のデッドの顔を見ていると、明るい性格で無邪気な少年だったように思えるんですよね。ですので、ノルウェーに移住した時には、すでにベルイング・ベオリーンという人間は死んでおり、デッドという新たな人間が形成され、その人間は生きていることが死で、死に向かうデッドという人間と、まだ生きたいと思うベルイング・ベオリーンの魂がぶつかり合っていたのかもしれません。一度死んでいるはずなのに、体はこの世にあり、その体は悪魔という人格に乗っ取られ死に向かっている。でも、あの世にいる本来の自分の魂は、生きたいと願い、その葛藤が、デッドをより苦しめていたのだと思います。わかりやすく例えると、エクソシストに近いのかもしれませんね。メイヘムに加入したデッドは、ライブでの過激なパフォーマンスや、コープスペイントと言われる指揮ショーでファンたちを魅了し、メイヘムは一気に人気バンドへと駆け上がっていきます。デッドのパフォーマンスについて、ネクロブッチャーはこのように話しており、キスやアリス・クーパーがやっていた化粧とは関係ない。デッドは実際に死者に見えるようにしたかったんだ。かっこよく見せたいと思ってやったわけじゃなかった。デッドはコープスペイントを使った初めてのブラックメタルミュージシャンだったと話しています。また、ヘルハマーもこのように話しており、デッドは死者に完璧に扮するためにステージ衣装を土に埋めて夜のコンサートでその衣装を掘り返そうとしていたんだ。腐敗させるために墓の香りが移るように土に埋めていたんだ。彼はステージに上がると死体になった。そればかりか、彼は一度俺たちに自分を土に埋めるように頼んだことがあるんだ、と話しています。デッドの中に潜む悪魔は暴走し始め、ついには死への魅了を抱き、デッドの精神状態はさらに悪化していきます。死への魅了に取り憑かれたデッドは、次第にライブパフォーマンスも過激になっていき、ナイフや割れた瓶で自傷行為を行い、デッドはついに自殺に魅了されていってしまうのです。そして事件は起きます。デッドとユーロニモスはノルウェーのクロクスタ近郊の森の中の一軒家で共同生活をしており、その一軒家はバンドのリハーサルにも使われる場所でした。そこでユーロニモスはデッドにたびたび自殺を進めていて、デッドの所持するショットガンの弾丸数発をデッドに渡していました。正直、デッドよりユーロニモスの方が完全に狂っているように思えますけどね。そして、1991年4月8日、家に一人でいたデッドは、ナイフで手首と首を切り裂き、ショットガンで自らの頭を撃ち抜き自殺してしまいます。そこには、デッドの痛々しい死体と、エクスキューズオールザブラッドと書かれた遺書が残されていました。その遺書の最初の一文には、血で汚してすまないと書かれていたそうです。デッドの遺体はユーロニモスにより発見され、ネクロブッチャーたちに報告する前に、ユーロニモスはデッドの遺体の写真を撮り、頭蓋骨のかけらを友人に送ります。おそらく、ユーロニモスはデッドの遺体を写真に収め、その写真をアルバムジャケットなどに使い、バンドに注目を浴びせることを考えていたのでしょう。もしくは、単なる頭のおかしい人間で、デッドの遺体を友人やファンにさらすことで、何かしらの快感を得ていたのかもしれません。実際、ユーロニモスは、デッドの遺体写真をレコード会社に送っており、1995年、ドーン・オブ・ザ・ブラック・ハーツというライブアルバムがリリースされ、そこには、デッドの自殺現場が映し出されています。ユーロニモスのやっていることは、本当にヤバいですよね。ヘビメタルのバンドマンとして、イカれた人間を演じることはいいですが、本当にイカれた人間になってしまっては、何の魅力も感じませんよ。デッドの死により、メイヘムは解散状態となり、また、ユーロニモスが、デッドに自殺を進めていたことや、デッドに対して態度がひどかったことを知っていたネクロブッチャーは、
デッドの死をきっかけにメイヘムを脱退し、ユーロニモスとの関係も断絶しています。その後、メイヘムは再び蘇るのですが、セッションメンバーとして加わったバーズムのベーシスト、バルグビーケネスにユーロニモスは殺害され、事件は終焉を迎えます。デッドの死は、ブラックメタル界の悪名高い事件として歴史に残り続けることでしょう。デッドは自殺を遂げたというよりも、ユーロニモスに殺害されたと言った方が正しいのかもしれません。この悪名高い事件の黒幕はユーロニモスなのですから。デッドの死後から25年後、2016年、突如、オールドニックという人物が現れます。そう、この男こそが、デッドのすべてを知る男なのです。イタリアに住んでいたニックが、メイヘムに初めて連絡を取ったのは1990年。それ以来、デッドとは文通でやり取りをし、デッドからの手紙を大切に保管していました。そして、2016年、自分が死ぬ前に、昔からのファンに、デッドの言葉を知らせたい。デッドの言葉を知らせずに死ぬのは嫌だ、と思ったニックは、レターズフロームザデッドというタイトルで、本を自費出版します。この本は、666部の限定生産で、1990年の3月から1991年1月の間にデッドから届いたすべての手紙が時系列順に書かれているそうです。666人の手にしか渡ることのないデッドの手紙の内容を皆さんと一緒に目を通していきたいと思います。すべて読み上げると時間がかかってしまいますので、一時停止して読んでもらえると幸いです。デッドの手紙について、ニックはこのように話しています。彼は、ノルウェーから出ることを夢見ていました。いっそのこと、北欧から逃げ出して、できるなら、トランシルバニア、グリーンランド、それか、アイスランドに逃げようとしていました。つまり、デッドは、人間がほとんど住んでいない場所、ノルウェーよりもさらにひなびた場所への移住を望んでいた。興味深いことに、25年経った今、アイスランドのアーティストたちがその道を歩んでいます。また、デッドには旅行願望もあった。手紙には、イタリアにも他の国にも行ってみたいと書かれている。また、コミックブック作家にもなりたいとも。デッドには様々なプランがあったのだ。しかし、その後間もなく、彼は自殺した。自殺するようには見えませんでした。10歳の頃の臨死体験が彼の人生や死生観を変えたのは間違いありませんが、臨死体験以来、デッドはもう一度同じ体験をしようとしていました。それが自傷行為のきっかけでしょう。血を流せば流すほど近づけますから。自殺した日も何かを試そうとしていて、最終的にコントロールを失ってしまったのでしょう。魔術的であると同時にガウディックな最後ですね。彼が古代ローマ時代に生きていたらラルワルムプレヌスと呼ばれていたでしょう、と話しています。デッドはメイヘムでのバンド活動だけではなく、他にも挑戦したいことや、これから切り開かれる可能性がたくさん詰まっていたと思います。それなのに、子供の頃の臨死体験により一度は死んでしまい蘇生したものの、再び死を繰り返してしまった。本当に残念で仕方ありません。もし、彼がメイヘムに加入していなければ、ノルウェーに移住していなければ、ユーロニモスという凶悪な悪魔と出会っていなければ、彼の人生はまた変わっていたのかもしれません。しかし、それも彼の運命です。ブラックメタルのカリスマ的ボーカリスト、デッド。次、この世に生まれ変わった時には、素晴らしい人たちと出会い、メイヘム以上に素晴らしいバンドで活動できることを祈ります。それでは、皆さん、良いメタルライフを。